皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1974年にポピーから発売された、ジャンボマシンだ、グレートマジンガーや、復刻のジャンボマシーンの紹介です。ポピーは、当時のバンダイさんのマスコミ系商品を販売するブランド名です。ジャンボマシンだ、グレートマジンガーも、ポリ製の素材を使用することをメインにした、ジャンボマシンだ、マジンガー Z など、初期の5体の販売の成功で、続投が決まった、無敵城計画の第4弾、ジャンボマシンだ、シリーズの9体目として販売された玩具でした。ジャンボマシンだ、グレートマジンガー、360度回転、ジャンボマシンだ、グレートマジンガー、夢のアトミックパンチ、ジャンボマシンだ、グレートマジンガー、1期から3期の違いとは、ジャンボマシンだ、グレートマジンガー、ファイヤーオン。ジャンボマシンダーは、販売した、1973年から1年で、70万個も販売して、約5年間販売された、60センチメートル級の巨大玩具です。ジャンボマシンダ、グレートマジンガーは、ジャンボマシンダ、マジンガー Z の製造を元にしていて、肩や足元のミサイルなどを受け継いでいます。そのために、首から下への変更点は少ないのですが、逆に言えば、首からの上の変更点には試行錯誤の跡が見られる一体です。ジャンボというのは、でっかいということで、当時のトレンドワードです。ポリ製のポリは、ポリエチレンの略で、玩具以外でも70年代に普及した素材でしたけども、デメリットは、成型色では色が選択できますが、後から塗装することが難しいために、ジャンボマシンダーは、各パーツで色を変えて、頭部はソフビで、腹部や細部にはシールを貼ることで、カラーリングを表現したポリ製玩具です。ジャンボマシンダーは、宝の変身細胞部をモチーフにした部分があるために、1号から5号までは、号数が設けられました。この5号の後、少し、ジャンボマシンダーは、シリーズとして空白があり、検討し変更されているのが、号数の廃止と、XX 計画から、ZZ 計画、無敵城計画へと、変更して、ポリ製品の本体よりも、コストのかかっている、オプションの大決戦兵器が売れる、プロモーションを展開します。また、販売時期も、無敵城計画の第1弾、ゲッター1は、1974年4月の春から放送されていたゲッターロボでしたが、夏を過ぎた秋になっても販売されていませんで、9月から放送されたグレートマジンガーと、事実上、ほとんど同じ、10月の後半になって、広告に市販品の姿が、やっと見られます。なので、ジャンボマシンダー、ゲッターロボと、グレートマジンガーを、同時期に買ってもらったなど、兄弟や、友人が、ゲッターや、グレートを、同時期に持っていたという子供がいるのも、放送から半年のズレがあったためで、広告にもゲッターロボと、グレートマジンガーが同時に掲載されています。初期のシリーズは、マジンガー Z の1号から、V3、ウルトラマンタロウ、レッドバロン、X ライダーが販売されました。第2シリーズは、まず1974年のラインナップも5体が考えられますが、アマゾンライダーは外れてしまいますが、ウルトラマンレオは、首から下がウルトラマンタロウの流用が可能なために、リストに入り6体が無敵城計画として販売されました。ジャンボマシンダ、グレートマジンガーも、試作品の写真を箱に使用していますので、製品版と比較してみます。まず、首から上の頭部は、全く作り直されていて、試作品はサイズの小さい感じで、耳の上を向く先端が尖っています。ブレーンコンドルも、試作品はコックピットが縦長で、別パーツではないのかもしれません。試作品は、マジンガー Z と変更する予定だったのか、肩のミサイルがなく、ブレストバーンが平面です。見えていませんが、足もミサイルはないと思われます。二の腕の色も、マジンガー Z と同じ薄い水色で、腹部のシールもシルバーで、文字もすべて赤になっています。ネーブルミサイルの発射口も、平面のようで水色です。太ももは、二の腕よりも白に近い色で、マジンガーブレードは見えません。この後、もう一段階進んだ試作品では、肩や足にミサイルがありますが、他は初期の試作品と同じです。ブレーンコンドルは、
試作品とは大きく異なり、マジンガー Z のタイルダーのようなポリ製ではなく、タイルダー初期に考案されていた、ソフビ製に変更されました。大別すると、A 型と B 型と、形は2種類存在します。1期、2期という方もいますけども、本体との区別が、ややこしくなるので、A、B の方で解説します。A 型は、コックピットの水色部分が、ファイヤーオンした位置に合わせて、逆算しているので高く出っ張っていて、垂直尾翼も高くなっていて、プレート的に言えば前側に出てきています。B 型は、コックピットの水色部分が低く、垂直尾翼が後方に長い感じで、高さ的には低くなっていて、ブレーンコンドルだけで見れば、B 型の方が、いい形になっています。成型色の赤の濃淡は、ロットによる違いで、エラーに近いと思うので、詳しくは解説しませんけども、色の濃さに違いがあるものは存在します。同じく、コックピットの水色部分の塗装も違いますが、こちらは、ブレートマジンガーとのコントラストで、ポピーが意図的に変更している違いがあり、2機のブレーンコンドルは、かなり濃いブルーになっています。それらの顔との関係は、1機から3機の違いで解説します。1976年になって、日本でのアニメ放送が終了した、ブレートマジンガー、勇者ライディン、ゲッタードラゴンを中心に、将軍ウォーリアーと題して、アメリカのマテルが、マテル製のゴジラと共に販売しています。ブレートマジンガーは、アメリカの安全基準に変更した頭部で販売され、後に、腕がブレストバーンで止まるなどから、コストカットの意味でも、ブレストバーンはシールになり、ブレーンコンドルも頭部と一体成形になるなど、日本のアニメとは異なる、玩具として販売され、日本では将軍版とか、ウォーリアーバージョンなどと言われます。1号のマジンガー Z を元にしているため、首から下は完成度が高い一体ですが、唯一、形状的には、膝下横のネジ留め部分が変更されています。これは頭部の変更の逆算で、身長を同じにするために、膝から下のパーツを少し長くしたことからのものですけども、単体ではわかりにくいので、ネジ部分の違いが見た目的にはわかる部分なので、3機の判別には有効です。1機は最初機とも呼ばれ、頭部のブレーンコンドルを守る防護液の尖ったトップが最も高く、顔の紺色が濃いカラーで、頭部の成型色がブラックです。2機も、頭部の防護液の尖ったトップが高いのですが、少しだけ低くなり、顔が青くて明るくなる反面、ブレーンコンドルのコックピットが1機よりも暗い色になります。これは、ファイヤーオンした状態で、ブレートの目よりも、コックピットの水色が明るいと、そこに目が行くので、ブレートの目力が弱く感じることから、全体のトーンとして、合体後の印象を重視したためだと思われます。この2機の成型色は、ブラックとブルーがありますが、おそらく後半がブルーなんだと思われます。3機は、頭部の防護液の尖ったトップが、安全性を考慮したのと、ブレーンコンドルの変更からも、作り直されていて、コックピットのカラーも少し明るいブルーになり、顔の色は、さらに少し明るいカラーになっています。内側のブレーンコンドルの翼のスライド溝も変更されていて、耳も横に短くなっています。少しわかりにくいのですが、この3機は基本的に顔のブルーと同じ成型色に変更されているので、塗装ではなくなりますが、ブラックの成型色も少し存在するので、材料が残っていたとか、エラー的なものだと思います。成型色の違いの判別は、塗装が剥げているとわかるのですけども、ブレートの襟足部分を前から見ると、成型色が首を外してみなくてもほとんどの個体で確認できます。厳密には顔が濃くて、コックピットが明るい2機なども存在したり、きっかりした線引きではなく、パーツの在庫切れで変更する移行機の個体もあります。将軍版の頭部はアメリカの安全基準から尖ったトップがさらに減って、ブレーンコンドルの垂直尾翼も低くなり、頭部のソフビと一体化して、ブレーンコンドルが外れない頭部も存在します。ジャンボマシンだ、ブレートマジンガーが、マジンガー Z と、最も異なる部分は、マジンガーブレードが付属していて、太ももの外側に収納できることです。厳密に言えば、全部は入らずはみ出しているのですが、その部分を持って引き出して、離せば収納できます。ブレーンコンドルも、動かしてみたので、ファイヤーオンをご覧ください。事実上の復刻版が、マジンガー Z 販売の翌月の
1999年4月に、バンダイ系のユニ5から、登録的な大人の都合から、ジャンボマシーンという名前になりますが、限定で、18,000円で、販売されました。マジンガー Z よりも、さらに当時に近く、一見すると、ブレーンコンドルと、足の車輪が違うくらいです。その復刻からも、24年が経過しています。ジャンボマシンダ、第2弾の、無敵城計画は、ゲッターロボの3体と、このグレートマジンガーのヒットで成功し、第3弾の1975年へと継続、勇者ライディーン、ゲッターロボ G の3体を追加します。無敵城計画は、終了しますけども、1975年の UFO ロボ、ブレンダイザー、1976年のデラックスジャンボマシンダ、シリーズ、コンバトラー V や、ガイキングへと続いていくことになります。巨大ロボットに、向いた、玩具ジャンルとして、途中途切れながらも1990年まで販売されましたけども、その魅力である、大きさがメリットである反面、輸送コストが、かかるデメリットも、併せ持っていたので、ソフビのサイズも、小型化が進んでいく中で、姿を消してしまいました。そんなジャンボマシンダ、シリーズの無敵の王者、ジャンボマシンダ、グレートマジンガーの動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。